今日はジャーマンポテトスープを作りました。こんにちは、料理研究家のゆかりです。このチャンネルはいろんな料理のレシピ、そして役立つ情報をご紹介していくチャンネルです。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。はい、ということで今日はですね、ジャーマンポテトスープを作りたいと思います。具材がゴロゴロ入った簡単でとても美味しいスープです。さらに味付けのポイントもありますので、作りながらご説明していきたいと思います。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。ところどころポイントがありますので、ぜひ最後まで楽しんでみてください。それではどうぞ。それでは今日の材料をご紹介します。材料はこちらです。じゃがいも、ソーセージ、玉ねぎ、にんにく、顆粒コンソメ、オイスターソース、オリーブオイル、黒胡椒、蜂蜜、お水。今回はこちらの材料で作っていきます。まずじゃがいもに関しては、こちらはお好みの品種のものを使っていただいて OK です。今回私はね、メークインを使っていきます。メークインだと煮崩れしにくいので、煮崩れしたくない場合はメークインがおすすめです。ただそこまでね、煮込むわけではないので、男爵芋とかね、ホクホク系のじゃがいもでもいいかなと思います。そして今回の味付けのポイントはオイスターソースです。このオイスターソースをね、少し加えていただくとコクと旨味が加わってとても美味しい仕上がりになります。ニンニクに関しては今回生のものを使用していきますが、もしない場合はチューブタイプのものを使用していただいても OK です。ということで早速作っていきたいと思います。それでは作っていきます。まずはじめにじゃがいもの皮を剥いてください。じゃがいもの芽がある時はね、そちらは必ず取り除いてください。こういった傷んでる部分がある時もですね、こちらは取り除きましょう。はい、このように皮を剥きます。それでは残りもね、同じように皮を剥いていきます。はい、このように皮を剥きます。そしたらこちらのじゃがいもだいたい2センチ角ぐらいの大きさに切っていきます。はい、このぐらいですね。食べやすい一口サイズぐらいに切ってください。切り終わったものに関しましては、ボウルにお水を張ってこの中に入れておいてください。こうすることで変色もね、防ぐことができます。では残りもね、同じように切っていきましょう。はい、 OK です。そしたらこのままだいたい5分ほど水にさらしておいてください。それでは続いて玉ねぎを切っていきます。玉ねぎはね、薄くスライスしていきます。芯の部分はね、取り除いてください。はい、玉ねぎはこれで OK です。それでは続いてニンニクを切っていきます。ニンニクはみじん切りにしてください。まずね、半分に切って、このようにね、芽がある場合はこちらはね、必ず取り除きましょう。はい、こんな感じですね。この芽の部分は焦げの原因だったり、あとはえぐみの原因になるので、きちんと取り除いてください。そしたらこちらをみじん切りにしていきます。はい、ニンニクはこれで OK です。それでは続いてソーセージを切っていきます。ソーセージはだいたい1センチ幅ぐらいで切りましょう。切り方はぶつ切りでもいいですし、少し斜め切りしていただいても OK です。ソーセージはこれで OK です。はい、こちらのじゃがいもも5分経ったので、さっと水洗いして水を切ってください。じゃがいもはこれで OK です。それでは今からスープにしていきます。それではね、炒めていきます。まずお鍋の中にオリーブオイルを入れてください。そしてニンニクを入れます。これでね、一度火にかけましょう。火加減は中火です。これでニンニクがね、じゅわじゅわじゅわっとしてくるまで一度加熱してください。はい、このようにね、じゅわじゅわっとしてニンニクの香りが出てくれば OK です。そしたら最初にじゃがいもを加えてください。続いて玉ねぎも入れます。これで一度炒めてください。火加減はそのまま中火で OK です。はい、今だいたい3分ぐらい炒めました。そうするとこのようにね、玉ねぎもしんなりしてきます。そしたらここにオイスターソースを加えてください。あとこのタイミングでソーセージを入れてください。そしてもう一度炒めていきます。オイスターソースは軽く炒めることで旨味がアップします。このままですね、だいたい1分ほどですね、炒めてください。しっ
かり炒めてからねスープにすることで食材の旨味も出てとてもね美味しい仕上がりになります。はい、 OK です。そしたらここにお水を入れましょう。あとはコンソメを入れます。そして一度混ぜてください。このまま沸騰させましょう。火加減は中火です。時折ねかき混ぜながら沸騰させてください。はい、沸騰してきました。アクが出た時はねアクは取り除いてください。はい、でこのようにね沸騰したら最後仕上げに蜂蜜を加えます。蜂蜜を加えるとねコクが加わってねとても美味しい仕上がりになります。これで混ぜましょう。はい、 OK です。最後ね食べる時に黒胡椒をかけて召し上がってください。それでは器に盛りたいと思います。ここでねあんまり煮すぎてしまうとソーセージから旨味が出すぎてしまってソーセージ自体の味がスカスカになっちゃうので煮込みすぎにはね注意してください。はい、これでジャーマンポテトスープの完成です。こんな感じに仕上がりました。最後はですね、上に黒胡椒と分量外ですが彩りにパセリを散らしました。パセリはね分量外なのでお好みでかけて召し上がってください。お子様が召し上がる場合は黒胡椒は抜いていただくといいかなと思います。このように具だくさんで美味しそうに仕上がりました。これで完成です。それでは早速いただきたいと思います。ではいただきます。スープにねコクがあってすごく美味しいです。美味しい。そして具材もゴロゴロですごく美味しいです。はい、ということで今日も美味しく仕上がりました。今回のジャーマンポテトスープのポイントです。まずじゃがいもの品種なんですが、今回私はねメークインを使ってます。こちらはお好みの品種を使っていただいて OK です。ホクホク系がお好きな方はね男爵芋などを使っていただくといいかなと思います。そこまでね煮込み時間が長くないので男爵芋でもね煮崩れせずに作ることができると思います。そしてスープを作る時のポイントです。まずはじめにじゃがいもと玉ねぎを炒めてください。お野菜をきちんと炒めていただくことで野菜の旨味が出てとても美味しい仕上がりになります。そしてその後ソーセージとあとはオイスターソースを加えて炒めてください。オイスターソースで炒めることでオイスターソースの旨味がアップしてとても美味しい仕上がりになります。そして最後お水とコンソメを加えて沸騰したら最後蜂蜜を加えて味を仕上げてください。蜂蜜のコクが加わることで味わいがまろやかになってとても美味しい仕上がりになります。あとはお好みでね黒胡椒などをかけて召し上がってみてください。材料は手軽で作り方もすごく簡単です。とても美味しいのでぜひ作ってみてください。はい、ということで今日はジャーマンポテトスープを作りました。私のチャンネルでは他にもたくさんの動画を配信してます。ぜひチャンネル登録して楽しんでみてください。そして Twitter、インスタ、Facebook、TikTok こちらにもいろいろアップしていますのでぜひいいね、フォロー、シェアしていただけたら嬉しいです。よろしくお願いします。ということで今日はこの辺で終わりたいと思います。本日も最後までご視聴いただきありがとうございました。ぜひグッドボタンもよろしくお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。